どうも、翔です。今回は秋葉原の遊戯王コレクション専門店ミーツさんで過去最高額の金額がついたブルーアイズの初期ウルトラレアを購入しましたので、皆さんにぜひねご紹介させていただけたらなと思います。2階のフロアに遊戯王コレクション専門店というのが増設され、遊戯王の在庫がかなり拡大しましたので、お店の激アツなカードたちも一緒にご紹介していきたいなと思います。それでは早速いってみよう。超コレチャンネル。前の動画でですね、おすすめの秋葉原のカードショップご紹介させていただきましたので、営業時間や場所についてはね、ぜひそちらの動画参考に見ていただけると嬉しいです。撮影許可をいただきましたので、ものすごいラインナップの2階をご紹介させていただきます。34万5000円になりますよね。はい。はい。それではこちらも確認させていただきます。はい。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、1、2、3、4、5、6、7、8、9、20、1、2、3、4、5、6、7、8、9、30、1、2、3、4、5。はい。それでは30万円からお預かりさせていただきます。はい。はい、ということで自宅に戻ってまいりました。気づいたらですね、もうこんなにカード買ってしまって、合計額40万超えちゃってますね、これね、計算したら。いやー、ほんと勢いに任せて給料が吹っ飛んでしまいましたね。さあ、今回の大目玉はもちろんこちらのブルーアイズの初期ウルトラレアなんですが、メインは一番最後に置いといてということで、他のカードもね結構めちゃくちゃいい買い物できたので、ぜひご紹介させていただけたらなと思います。まずこちらブラックデーモンズドラゴンのアルティメットレア、こちらは B 本舗秋葉原店さんで購入させていただきました。これね、値段の割に状態が結構良くてですね、思わず買ってしまったんですけど、まだね1枚もこのブラックデーモンズドラゴンはちょっと入手したことがなかったんでね、購入しました。めちゃくちゃ綺麗でしょこれ。全然ね傷見当たらないんですよ。で裏面もねご覧の通りなかなかに綺麗です。裏面よーく見ると、ここにねちょっと白い点があるのと、こうした時にこの白い点の右下にこう横の擦れ傷が1箇所ありますよね。ここが気になるぐらいで、他はね結構綺麗なんで、おそらくアルス鑑定ならアルス9ぐらいは狙えるんじゃないかなということで購入させていただきました。10取れたら嬉しいね。でもちょっと擦れ傷と点傷は厳しいかもしれない。でもね、この値段だったらすごいお得だなと思います。そしてこの2枚はですね、ミーツさんの1階の方で購入させていただいたんですけども、1階の方はこの20sだったりとかプリズマとかクオシクとか最近のカードがメインに取り扱っていらっしゃいましたね。なので2階は初期とか古いカードをメインで置いてるっていう風に分かれてました。はい、こちらドラグーン・オブ・レッド・アイズの 20s ということで、一時期制限解除になってから一瞬高騰したんですけど、今だいぶ安くなりましたね。1万5000円。これ初動でも確か2万前後ぐらいだったと思うんで、当時僕ねこれ9枚実は揃えてて、そのうちのね5枚手放して他はアルス鑑定にぶち込んだんですけど、全部アルス10だったっていうことで、このカードね是が非でも10プラス欲しいんですよね。状態これね見てみたんですけど、めちゃくちゃ綺麗です。はい、裏面傷ないです。だいたいこのドラグーンはね、この左上の
ところに賭けがあったり、右上に賭けがあったりっていう、四隅にやっぱりどうしてもティンティス賭けできやすいんで多かったんですけど、これは本当にね全然賭けのない個体だったんで、ちょっと思わず買ってしまいました。この状態で15000円はかなり良心的かなと思います。はい、そしてブラックマジシャンのプリズマ3000枚限定のカードですね。これ私前回の動画でブラックマジシャン検証で当たってアルステンプラスで返ってきたカードなんですけど、これ僕のね記憶違いだったら申し訳ないんですけど、確か初動15万前後ぐらいだった気がするんですよ。ブルーアイズのプリズマなんて初動50万近くありましたからね。今もう15万ぐらいに下がってるんで、3分の1以上下がってるっていうことで、多分ブラックマジシャンも初動から3倍から4倍、下手したら5倍下がってるんじゃないかなと思うんですけど、当時の価格知ってるんでね、この3万5000円がねめちゃくちゃ安く感じるんですよ。いやもう3万5000円は大金なんですけどカード中毒者はねもうね金銭感覚、遊戯王に関してはバグりまくってるんで、1枚アルステンプラス持ってるんですけど、未開封のまま持っててもいいし、鑑定に出してねアルステンプラスもう1個持っててもいいかなみたいなので買っちゃいました。でパック越しにねこれ状態見てみると、四隅傷なさそうなんですよね。で、こうやって光に照らした時にもこう傷がないですし、だいたい多いのがここね、パックの閉じてるところ、ここを溝がないスクリューダウンではめちゃうとこう押されますよね。そうするとここの縦のラインのパック閉じのままカードに跡がついてしまうことがあるんで、そのねパック閉じのこの傷がないかっていうのをこんな感じで光照らしてみるといいと思います。で今ちょっと左側に寄ってるんで、こうちょっと下に落としてこう右側に寄せてやって、もう一回こうやってみればこの後からちょっとずらしてね見ることができるんで、これで完全にパック跡のないちゃんと溝のあった、スクリューダウンで保管されてたのかなと。ぜひ未開封パック買う方はね、未開封だから絶対綺麗っていうのはもうありえないんで、必ずチェックしてからね買うことをお勧めします。これいい買い物でしたね。はい、続いてこちらハーピーレディ3姉妹、こちらミツさん2階の方でね購入させていただきました。私のね前のどっかの動画で紹介したんですけど、ハーピーレディ3姉妹は今ね初期アルステン1枚持ってて、これ初期ボリューム4のカードなんですけど、3枚ずつ綺麗なカードでコレクションしてるっていうところで残り1枚だったんですよね。なのでようやくちょっとファイリングできそうな素体のカードを購入できました。これね枠キラーこそあるんですけど、この表面やばいでしょ。めちゃくちゃツヤツヤなんですよ。結構ねハーピーレディ3姉妹はこの辺のこのイラストの擦れ傷が多いんですけど、これはね珍しくないんですよね。こうやって光にかざすとわかるんですけど、これは驚いたなってぐらいなかったですね、擦れ傷が。そして裏面です。裏面もねめちゃくちゃ綺麗でした。マジかっていうぐらい傷がない。保管状態良かったんでしょうね、前持った方も。当然ここのね四隅も側面も傷がない、素晴らしいカードですね。多分この後ファイリングしてると思うんでね、3枚揃ったっていう写真載せておきます。はい、続いて2階で購入した2枚目のカード、暗黒騎士ガイア初期ウルトラレア。これはボリューム1に収録されているウルトラレアカードですね。ブラックマジシャンか暗黒騎士ガイアがボリューム1で出てくると。もちろんブラックマジシャンもかっこいいカードですし、僕のアイコンがねブラックマジシャンをモチーフにしてるんで、好きなんですけど、やっぱね暗黒騎士ガイアも原作でめちゃくちゃ出てくるカードだし、何よりやっぱりイラストかっこいいっすよね。ブラックマジシャンに匹敵するぐらいかっこいいですよ。特にね競馬好きな人好きなんじゃないですかこれ。暗黒騎士ガイア騎手と北さんブラックみたいなも強そうなね馬いますから。でこれ、暗黒騎士ガイアイラストの線傷が多いです。はい、皆さん持ってたらぜひねちょっと光照らして見てもらいたいんですけど、今ここ若干シュシュシュってあるの分かります？ありますよね、横にシュ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 って入ってんの。もうこれはね暗黒騎士ガイアもうしょうがないです。はい、ない個体あるのかってぐらい、結構見てきますけどないんですよね、僕が今まで見てきた中ではね。
で裏面です。ここがちょっとなんかネーム跡っぽくなってそう、暗黒紙ガイアのあのところがねちょっとボコってなってるんですけど、他はこんな感じでめちゃくちゃ綺麗です。白掛けもないです。で僕これ暗黒紙ガイア今3枚あるんですけど、そのうちの1枚綺麗なカードをアルス鑑定出したんですけどね、これ残念ながらアルス9だったんですよ。でこれふくふくトレカさんで同じく4万円で購入したカードだったんですけど、やっぱり擦れ傷が多かったんですよね。でこれでアルス10取れなかったらガイアのアルス10はちょっと無理だぞと結構腹をくくって出したカードだったんですけど、ダメだったんで、今回見えてたんでちょっとこのカードね見させていただいた時に、持ってるその暗黒紙ガイアのアルス9のやつよりも表面の擦れがすごく少ないので、もしかしたらこれアルス10あるんじゃないかっていうことでね今回購入させていただきました。これはまた次回鑑定動画出すと思うんで提出させていただきたい1枚となります。アルス10取れれば大体市場価格としては10万以上なんで、鑑定品買うよりも5、6万お得に買えたということでね最高のコレクションになります。ショーコレチャンネル。はい、ということで皆さんお待たせしました。ブルーアイズ全裸待機しております。ということでこちらブルーアイズホワイトドラゴン初期ウルトラレア28万円。高えな、マジで高くなったよなこいつ。これちょっとねスリーブ外すのも怖いんですけど、ちょっと外して見ていきましょう。はい、ということで生まれたてツヤツヤのブルーアイズでございます。これ見る人が見たらいやいやセンタリング終わってるやろという方もいらっしゃるでしょう。だがね僕はセンタリングなんて気にしない人間なんです。もうカード自体に傷があるかどうかっていうのを僕はね結構重要視してるんで、それもあってねアルス鑑定さんもセンタリング重視しないってところで、非常に私の遊戯王コレクションする上での選別方法と似てるなっていうところでね、アルス鑑定ばっか出してるんですけど、これね確かにセンタリングはもう終わってるんですよ。終わってるんですけど、かれこれ遊戯王10年コレクションしてますけど、こんな綺麗なブルーアイズ僕ね見たことないんですよ。もうやばいでしょこれ。普通どっかしら擦れ傷とかあるんですよ。でもねこれねマジでどこにも擦れ傷ないんですよね。もうありえない、こんなことはマジでありえない。ちょっと写真載せておきますけど、この表面のねここにちょっと天傷、みたいなの若干あるんですけど、あとここか右側のところにちょっと脇キラがあるぐらいで、他はもうね全然脇キラない恐ろしいカードなんですよ。でこのブルーアイズがひときわね2階の初期の棚の左上にね鎮座してたんですけど、状態確認させていただいた時にちょっと震えちゃいまして、もうこんなブルーアイズよく生き残ったなと。で店員さんに聞いたところ、このブルーアイズは出してから10日前後ぐらいですっていうお話をされてて、でも状態確認してる方結構多かったんじゃないですかって聞いたら、一定数いたはいたんですけど購入には至らなかったと、結構悩まれてる方多かったですっていうお話されてたんですね。でそれ聞いた時に、よくこのブルーアイズ見てみたらセンタリング終わってると、結構皆さんねまだまだやっぱり PSA 鑑定出す方多いと思うんで、どんなにカード綺麗だとしてもこのセンタリングでは PSA 点は取れないわけですよね。なので僕みたいなこの傷だけを重視する人にこのブルーアイズが出会わなかったっていうこの奇跡ですよね。でね店員さんもですね、正直このブルーアイズはお店の中で一番高い値付けですと、ショップ史上最高額の金額の初期ブルーなんですっていうお話をされてたんで、もしこのブルーアイズが売れたら、次センタリングのいいブルーアイズで同じくらいの状態だったらおそらく40万50万ぐらいで出すでしょうと、笑いながらおっしゃってましたけど、裏面がねこんな感じ、ありえないぐらい綺麗です。いろいろ見てきてますけど、やっぱりねこの側面の掛け、もちろん四隅もそうなんですけど、こういう上のね四隅とかこの横の四隅とか白く欠けてることが多いんですよ。傷はなくてもね。それがねこのカードないっていうのが本当にもう奇跡のレベルなんですね。でここは現金でしか購入ができないんで、多分冒頭でもね動画出したと思うんですけど、お金をですね、45万下ろしに行って、40万近く支払ったわけですけども、正直このブルーアイズはアルス10取れると思ってます。これはマジでこれはいける。これでいけなかったらアルスさんあんたどうなってんですかと
ちょっと殴り込みに行くレベルでマジバチバチに綺麗なんで、ちょっとこれ鑑定が楽しみですね。ちなみにこれ皆さんアルス10取れたらとんでもないことになります。だいたい市場価格がですね100万円前後で取引されてるので、鑑定料込みでも、70万ぐらいはお得にアルス10が買えたと、とんでもない神回になるんで、ちょっとこれはね楽しみな1枚ですね。結構大事なカードなんで、これはエクスプレスか、普通のアルス鑑定に出すかちょっと迷ってはいますね。ショーコレチャンネル。はい、ということでいかがだったでしょうか。秋葉原最強の店の一角、ミーツさん2階がオープンして行ってきましたけども、さらにパワーアップして最強のラインナップで充実した在庫量を誇っていました。もう初期カードの状態も申し分ない素晴らしいお店でしたね。こちらミーツさんですね、6月21日の土曜日がグランドオープンという形になるんですけども、ちょうどその3日前に撮影したので、この動画が上がる頃にはおそらくグランドオープンしてると思います。でね、グランドオープンした時はとんでもないカードがねお店に出ると SNS の方でも話題になっていますので、もしそのカードね撮影できる機会があればぜひそちらもご紹介していきたいと思いますので、ぜひまた私のチャンネル他の動画も見ていただけたら嬉しいです。ということで、この動画が面白かったなと思った方は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。